こんにちは。感覚の安やかチャンネルのゆきです。今日も感覚のままに感じるままにお話をしていきます。さて、今日のテーマは愛とエゴについてなんですけど、皆さん愛してますか、それともエゴしてますかっていうところで、エゴっていうのは端的に言うと、自分が何か相手に対してあげたことに対しての相手からの反応っていうのが思っていたのと違かった時に、なんでやってあげたのにせっかくみたいな気持ちが出てきたとしたら、それはエゴから出た行動ってことになるんですよね。でこれは誰しもが人生一度や二度じゃないぐらいたくさん経験してきた感情だと思うんです。実は私も最近このトピックに関して深い気づきを得た出来事があったんです。そこから自分の中にあった小さなエゴちゃんみたいなものと向き合っていたので、この話を今日はしようと思い撮影してます。まず今日の流れですね。まずやってあげたのにの裏側にあるエゴの構造、自分のエゴに気づいた夢の話、そして腰痛とエネルギーの関係、愛が生まれる仕組み、そして最後にエゴと共に生きる方法と心が楽になるための考え方っていうところをお伝えしていきますので、どうぞ最後まで、楽しんでいってください。まずは冒頭でもお伝えしましたが、やってあげたのにっていう感情、これ出てきたことないですかね。多分たくさんあると思うんですよ。でこの言葉って結構強烈な潜在意識からのサインなんですね。この話は動画の後半の方でしていきます。自己満足って言うじゃないですか。そうですね、人を喜ばせることが好きだっていう人いると思うんですけど、私はとある人に対してちょっと違和感を感じたことがあって、その人は人のためにやることが好き、人の喜ぶ顔を見るのが好きっていう私の知り合いなんですけど、その人毎回私にどっか行った時はお土産を買ってきてくれるんですね。でそのお土産っていうのが甘いものなんですよ。で私は甘いものっていうのはそんなに、好きなんですけど、一口食べたら満足するっていうタイプで、その人もそのことを知ってるんですよ。なんだけど毎回どこかに旅行に行くたびにこういう大きな甘いお菓子の箱とかね、甘いものいくつかとかっていうのを私に買ってきてくれてたんです。もう数年前の話なんですけど、私はそのことにすごく違和感があって、人を喜ばせることが好きって言ってるけど、それって一見愛に見えるんですよね。なんですけど、何度もその甘いものは少しでいいって伝えているにもかかわらず、毎回甘いお菓子を買ってきてくれる。しかもあなたのためを思ってっていう圧みたいなものも感じちゃって、断りにくい圧ですよね。でやってあげたのにっていう気持ちが乗っかってるから、ちょっと空気が重いんです。で私はこの感情っていうのを深掘りした時に、その奥にある感情って何なんだろうなって考えた時に、好かれたいとか期待に応えてほしいとか拒否されたくないとか、自分の与えることへの見返りが欲しいとかね、そういうものがあるんだろうなって。でその後ろにあるものは何だろうってさらに深掘りしていくと、こうしたら喜ぶはずっていう自分基準の愛情がそこにあるんですよ。で相手の気持ちとか個性よりも自分がいい人でいたいとか、自分がしてあげた感を得たいとかっていう自己承認欲求が勝っている状態なんですね。で私は何度もその知り合いからお土産をもらうたびに、甘いものは一口で満足するタイプなんだよっていうことを伝えていたんですけど、でもその方からすれば、そんな遠慮しちゃってっていう反応をされたんです。なので一度はっきりと、いらないんだよって本当にいらないっていうことを、真摯にお伝えして、でちょっとだけ機嫌悪くなっちゃったんですけど、でもそこで理解してくれて、でそこから甘いものをいただくことはなくなったんですね。なので話を戻すと、なんで自分がこれやってあげたのにとか、せっかくって思う時は、やっぱりそれはエゴでやった行動なんだなっていうことを理解できると思います。これ言葉で理解してる人は本当に多いと思いますが、なかなかね実践しようとすると難しかったりしますよね。で実はこうしてあげた感っていうのを強く持ってる時って、私たちは自己奉仕バイアスというものにとらわれているってことがあるんです。これどういうことかっていうと、つまり私はいいことをしたっていう自分に酔っている状態ですね。これ心理学では疑似親切行動って呼ばれてて、相手のニーズよりも自分のいい人になりたい欲が強く出てる時に起きるんです。なので
私は何か相手にやってあげた時の反応がいまいちで、思ってたんと違うでモヤモヤってした時は、その親切って本当に相手のためにやったのっていう問いかけをするようにしています。でもしこれが愛だとしたら、相手からの反応が別にどうでもいいんですよね。別にどんな無視されてもいいし、逆に怒られてもいいし、でそれが本当の愛でやった行動だったら。でこれもね、やっぱ言葉で理解、頭では理解してると思うけど、なかなか実践編ってなると難しいですよね。でこのことについて私最近深く考える、向き合うような出来事が起きたんですよ。私の母親にアビアンガっていうインドのマッサージを施した時があって、そのマッサージをしたその日と次の日の夜にめちゃくちゃ怖い母が出てくる夢を見たんです。夢っていうのは自分の顕在意識と潜在意識のこの境界線が曖昧になる、とてもなんかスピリチュアルなものを身近に体験できる瞬間だと思っているんですね。でスイスの心理学者のユングは、夢は無意識からの手紙だって言ってたんですよ。例えばある患者さんがユングのところに来た時に、私はなんか別に何も問題ありませんとかって言っていたんですけど、その人の夢っていうのはいつも何かに追いかけられていたりとか、あと闇の中をさまよっているような怖い夢っていうのを日々見続けていたらしいんです。でそこにユングは目をつけて、それはあなたの心が SOS を出しているサインだよっていう風に、本人が気づけていなかった心の深い闇とか、そこにある恐れみたいなものに気づかせてあげたっていうのがあったんです。夢っていうのは、こんな感じで、その自分の意識的には無視しちゃってるとか抑圧しちゃってる感情とか、本当の願い、本当はどうしたかったのっていう部分を夢の中で見せてくれるような、そういう時間なんですね。で私が見たその母の怖い夢の話に戻すと、私は母に対して怖い対象として見ていた時期があったんですよ。それは小さい頃なんですけど、母親っていうのは愛する存在であり、逆らえない存在でもあったんですよね。これはみんな一緒だと思います。なぜかっていうと、小さい頃って自分一人じゃ生きていけないじゃないですか。だからそこには生存本能みたいなのってあるんですよね。小さい頃っていうのは特に。だからこの人に逆らったら私は生きていけないって思うから、母親っていうのは結構子供にとっての驚異的な存在にもなるんですね。この話については意識のフェーズについて解説したこちらの動画もあるので、よかったらこっちも見てみてください。で話を戻すと、私がなんでその母の怖い夢を、マッサージをねした後になんでその夢を見たかっていうと、私母の体をマッサージする時に、もうよくなれって、私の力で治したるんじゃみたいな感じの気持ちでマッサージをしていたなっていうのを思い出して、でその私の力で治すんだの後ろ側にある潜在意識的な私の気持ちっていうのは、私こんなことできるようになったんだよ、すごいでしょねえ認めてみたいな感じの気持ちですね。これちょっと言葉にするとすごい恥ずかしいことでもあるんですけど、でも実際ね、このエゴでやってる行動って絶対に潜在意識の小さな自分と結びついているんですよ。で私が今回感じたのは、すごいでしょって、こんなこと私できるようになったんだよって褒めてとか認めてとかって、そういう気持ちが私の小さなね叫びだったんです。こういう系の小さな叫びっていうのは、対家族に対してっていうのはよく出やすいエゴではあるんですよ。でさっきもお伝えしましたが、私にとっての母、小さい頃の私にとっての母って愛する存在であり、驚異的な存在でもあったんですよね。逆らえない存在だから、愛しているけど恐れている、これは皆さんと同じだと思うんです。でその恐れであり愛である対象が目の前に来た時に、私たち何するかっていうと、認められようとする行動をとるんですよ。認められさえすれば生きていけるじゃないですか、その生存本能的に。で私が思い返せば、母にマッサージをした時に、母は別にその体調不良ではなかったんですね。でどっか痛いとことかあるってカウンセリングしてからマッサージに入ったんですけど、その時母は特に別に不調はないって言ったんですよ。だから私の一方的な気持ちで、なんかここ硬いからほぐさなきゃってどんどん力んでいったような状態ですね。でもうしっかりやんなきゃ、私の力でこれを直してやるんだ、
でその後ろにあるのはねえねえ見て見て私すごくない？こんなことできるようになったんだよっていう可愛いちっちゃいね自分の可愛いって言っちゃったちっちゃい自分の思いがそこに乗っかっていたんです。で私は今まで散々この潜在意識とかねいろんな学びをして自分の内面ともう何年間も向き合ってきたんですけど、まだこんなとこにちっちゃいエゴが残っていたんだなって気づいてちょっとショックでもあったんですよ今回。だけど一方で気づけてよかった、これもねまた一歩前進なんでよかったなっていう思いもありつつショックでもありました。まだいたかって。であとそのマッサージをした2日間で私腰が痛くなったって最初に言ったと思うんですが、腰の痛みっていうのも体から現れる心のサインなんですよね。私の体感として腰が痛くなる時って自分がちょっと調子に乗ってる時なんですよ、今までの人生を振り返ると。で私は会社員の時に結構激務だったんですよね。ずーっとデスクワークでほとんど一日中デスクでカタカタやっていたのに腰痛に悩まされたこと一回もなかったんです。なんですけど自分がフリーランスになって、自由を手に入れてから突然腰が痛くなったんですね。なんでかなと思って調べた時に結構スピリチュアル的な意味では腰が痛い時は腰を低くしなさいっていう意味だっていうのを知って、でそこでハッと気づいたんですよ。確かに私はフリーランスになってからもう私はもう会社員じゃないんだ、自由だ、昼からビール飲めるぞみたいなちょっと調子に乗ってる気持ちが正直ね最初の頃あったなっていうのは今思うと実感できるんです。でそういう時においっていう感じで腰にねやっぱ痛みが来るんですよね。で1年間その腰が痛くてで治ったんですけど、先日久しぶりにその母のマッサージをした後に腰が痛くなったっていうのもちょっとね新しい知識を習得して、資格取れて自分レベルアップしたぞっていう時ってちょっとねエゴイスチックになりやすかったりするんですよ。だからそういうサインが来たんだなって思って、母の体をマッサージしてる時もあたかも自分にすごい能力があるようなつもりでやっていたりしたので、こんな感じで体に現れるサインって必ず心を映してるんですよね。病気とかもそうだって言うじゃないですか。休む必要があったから病気になるとかね、いろいろ、そっちの話はまた今度深掘りしますけど、なので自分の腰が痛いなって思う時はちょっと自分調子乗ってないかなとかって一旦この自分の体の声に従ってちょっと考えを巡らせてみるっていう時間をとってみるのがいいと思いました。ちょっとそれましたが、次のね愛が生まれる仕組み、愛はいつ生まれるのか、愛って経験できないのかっていうところのお話なんですけど、愛っていうのは、端的に言うとちゃんと自分のことを愛せるようになったら本当の愛が生まれるって思うんです。でそれまでは私たちはたくさんの経験をするわけですよ。日々経験してるじゃないですか。いろんな嫌な感情とか誰かから言われた嫌なことを言われたとかモヤモヤとか、なんかステップアップしたいのにうまくいかないモヤモヤとかね、嫌な人が周りにいるとかね、いろんな愛以外の愛の外側にあるようないろんな感情とか、状況とかを学んでいくんですよね。でこれなんで学ぶかっていうと、最終的には愛にたどり着くためにそういうことが全部起きてるんだなって、私の人生振り返ってもやっぱりあれがなかったら私はこれに気づけなかったなって一応全部つながるんですよ。その時はすごいきつかったりとか、しんどって泣いちゃうみたいな感じになった出来事だとしても、後々考えると今のこの私のこの気づきってあれがあったからだよなってなるんですよ。じゃなきゃ今日もねこうやって喋っていられるのもそういうとこでいろんな気づきを得てきて全部つながってるからなんですよね。なので今日話したエゴの話とかでもあれもなんかねいいじゃんって思うんです。エゴってさっき言いましたけど、この潜在意識の小さな自分がここにいる自分がねえ私を見てすごいでしょ、褒めてって可愛いでしょとかってこういう叫びが出てるのってなんかちょっと可愛くないですか？あなたの潜在意識、私たちの潜在意識の小さな自分っていうのはよしよししてほしかったんですよ。すごいねって褒められたかったし、
大好きだよって言われたかったし、無条件でただ抱きしめて欲しかったとか、私の欲しい愛が欲しかったみたいな感じなんですよね。愛情の表現って様々あると思うんですよ。例えばなんか昭和の男性とかだったらこう一生懸命働いて、で家では無口でみたいな、なんかちゃぶ台返しでとかってあったじゃないですか。私はアニメでしか見たことないけど、なんかそういう男性、そういう昔のお父さんっていうのも一生懸命外で働いてきて、でお金を稼いで家族を養うっていうのが彼らなりの愛だったわけですよね。だけどそれを見ている小さかった自分、その子供の時にそういう家で無口なお父さんで、たまにちゃぶ台ひっくり返すお父さんって愛せる対象じゃなくなっちゃうような感じないですかね。なんか私の欲しい愛ってそれじゃないって、私は話を聞いてくれて、で抱きしめてほしいって、これが私の欲しかった愛なんですよっていう感じじゃないですか。私の父親も結構昭和っぽい昭和気質の人だったから、なんかね、家では無口だし、すごい怒る時はもう怒ったらめっちゃ怖いし、なんか恐れの対象だったんですよ。で、私が理想としていたお父さん像ってクレヨンしんちゃんのひろしさんみたいな、ああいうお父さん像が私の中の理想のお父さんだったんですよね。だけどそのひろしさんがしんちゃんとかひまわりに対して与えてる愛が私の理想だとしたら、そうじゃないものを私は父親から受け取ってた。だからそこにこう愛のズレがあって、それが潜在意識に刻まれるわけですよ。で、小さな自分はもっと褒めて褒めてみたいなのがやっぱり抑圧されて、幼少期に感じていたそういう思いってずっと残るんですよね。こうちっちゃな種みたいな感じで。だからそれが大人になった時にエゴとしてこう別のもので埋めようとするから出てくるんですよね。あの頃のお父さんに満たしてもらえなかったものを、例えばパートナーに求めたりとか、なんで私のこと分かってくんないのみたいななる時も、あとこれやってあげたのになんで感謝もされないのとかっていうのも全部こっから来てるんですよ。だからここの自分を満たしてあげるっていうことが一番大切なんですね。これもう可愛いねって、可愛いもんですよね可愛いもんだなって思うんです。エゴが出てきた時はその小さな自分が今なんて叫んでんのかなっていうところに焦点を当ててあげる。だからもう自分の全部内側なんですよね。なんかみんな結構外側からの刺激でこうやられてるような気持ちではいると思うんですよ。私もそうだったし、今でもそう感じる時はあるけど、でも全部ね、内側が世界を作ってるから、ちゃんとね、ここの声と向き合って聞いてあげるっていうことが大切。自分の内側の小さい自分の声を聞けるのは自分しかいないですからね。だからしっかりとよしよしして、あ、そっかそっかって気づいてあげられなかったね、ごめんね、あなたはあの人と仲良くなりたいからこの自分のね、ポッケにある飴をあげようとしたんだよねって、だけどそれを受け取ってもらえなかったから寂しかったねって、ありがとうって言ってほしかっただけなんだよねとか、そういうね、語りかけをしてあげるのがすごく大事だなって思うんです。で、そういうふうに自分のことをね、大事に大事に、あ、そっかそっかってこう一個一個の感情とか思いに気づいてあげて、そうするとだんだんとこう自分の中の愛情のコップっていうのが埋まっていくんですよ。で、それが満たされて溢れてきたもの、その溢れた分をやっと相手に渡せる、本当の愛情として相手に渡すことができるんですね。だからちゃんと自分のそういう一つ一つに気づいて、その度にこう抱きしめてあげるっていうことを大事にしてください。別にエゴにまみれててもね、仕方ないと思います。大丈夫なんですよ。だんだんそういうのがなくなってくるから。私も一つ一つやっぱり向き合ってきたことによってこう気づくようになるんですよね。あ、これはエゴから来てるって、これはなんだろうな、あ、そっか、私はこういう風に受け取ってほしかったんだなとかって、こういう風に一回ね、腹に落とす感じでやっていくと、だんだんとね、自分の傾向とか分かってくるし、で一歩一歩経験するために日々前進していけるから、
で、私たちは人間の体に魂を宿した瞬間っていうのは愛を知っていたんですよ。で、魂ってエネルギーで、そのエネルギーって愛だと思うから、もう宇宙とつながっている境目のない愛そのものだと思うんですよね。で、だけど生きているうちに人生年を重ねるうちにだんだんと忘れてっちゃってるんですよね。赤ちゃんとか、ちっちゃい幼少期の頃ってなんか愛だと思うんですよ。赤ちゃん生まれてから幼少期、そのまっさらな状態の時って別に縛る価値観とかもないじゃないですか。何も自分には縛るものがなくて、で無限の可能性があると思ってますよね。私なんかはもうずっと、小学校6年生まで自分はもう女優さん、黒木瞳さんになれると信じ込んでいたし、だからそこにこの自分にかける制限みたいなものがないんですよ。だけどいろんな経験をみんな人生を通して積んでいくうちに忘れちゃうんですよね。基本的なこととかそういう愛とかを忘れていっちゃうんですけど、でも忘れていっちゃってるだけなんですよ。だから最初は知っていたんだから絶対思い出せるんですね、どっかのタイミングで。だけどもうずっとね、ちゃんと、自分で覚えておいてほしいなと思うのは、私たちはもう存在しているだけで愛であり宇宙の一部であり、もう愛おしくて尊くて可愛くて仕方ない存在なんだっていうことだけはやっぱりちゃんと心に刻んでおきたいなって私自身思ってるし、私の周りの人もね、これを見ている方もそう思ってほしいなってすごく心から思ってます。っていう感じで、私のチャンネルでは私のこの生きてきた中での気づきとか体験とかをシェアしながら、感性とつながる、五感とつながるっていうテーマをもとにね、お話をしていっています。今日の話が少しでもあなたの内なる旅のヒントになっていたらいいなと思っております。先週ぐらいの動画でも言いましたが、もう夏至から新しいサイクルが始まっているので、これからも一緒にね、感覚と感性を大事に一緒に共に歩んでいけたらいいなって思います。じゃあ最後に私の大好きな敬愛するスティーブン・ホーキング博士の言葉をシェアしてこの動画を締めようかなと思います。私の目標は簡単だ。それは宇宙のすべてを理解し、なぜこのようになるのか、なぜ生まれたのかを知ることだ。